た。ついに見つけた。貝おるでしょこれね。おりました。中身入り。感動。生きとんか死んどんかは分かりませんけど、中身がいることは間違いない。この貝の中に二枚貝があって、その中に完全に身がありますよね。これすげえ感激。嬉しすぎる。やっぱりここか。いるとしたらここだろうなと思ったんですよね。ちょっとすごいもん見つけたで。はい、なんでしょう。よくYouTuber の人らが神回神回ってやりおるやん。うん。まあこう楽しい映像が奇跡的に撮れたみたいなやつ。うんうん。まあ枕貝の時も俺当チャンネルの神回だと思うんだけど、うん。今回も神回だね。なんだった。神回ってもうそんな YouTuber の言う神回じゃなくて日本的に神回。枕貝も日本的に神回じゃったけど、何がそれ。これも日本的に神回。うん。何個か夜おる時に、うん。その中身がある生貝の貝をこいつの生貝を見てみてえなと思う貝が何個かあるんだけど、うん、枕貝もまあそのうちの一種だったんだけど、うん、ベストワン、何自分の中のベストワン、ここの中身マジで見てみてえとずっと思ってた22年間、うん、今日見つけました。なんでしょう。これ本当日本的に神貝で小筒貝、うん、そこに置いとったけんもう干からびとるけど、うん、これ中身あるじゃろ。これ生きとったん。生きとったん。この中にこの2枚貝が入っとって、この2枚の貝の中に貝の中身があるんだけど、すごいな。生きとった。これすごくね。でちょっとあまりにも興奮しすぎて、抜き出す時に自分で割ってもうたよこれ。力入りすぎて。あるあるじゃん。もうすごい薄い貝だけん。これすごいで、本当これ本当すごいことで、自分の中の、もうこれほんまに自分の中で一番見たかった。これの生骸おったなあ。これ中身よな、どう見ても、なあ。この2枚貝の中に入ってる。個人的には食べたいけどこれは先生に送る、大学に送るしかない。これもこういう証拠ですからね。生骸がおったいう証拠なんで、次おったら食べます。枕貝も次おったら食べます。ちなみに枕貝はあれから何個か見つかってます。60年前に約60年前に見つけた漁師さんの名前残っとんじゃけど、ユージポンの名前が歴史に名を刻むことになりました。ユージポンが見つけたということにしていただきたいと思います。海の中でユージポン潜りのあれかぶってユージポンが我が家のユージポンが見つけたということで、ユージポン海に潜る。まあとにかくやりました。これはこれ見る人が見たら多分めっちゃ興奮しよると思う。俺もめちゃくちゃ興奮しました。見た瞬間ついに来たかと思って。結構な、外側はおるのに見つけるのに、外側はいくらでもあるんだけど、これ中身もう大体泥なんよな。先が曲がっとんのがおっても泥なんよ。中は泥じゃなくて、もうこう割れた状態、この状態で当たったんよ。でも見たら分かるよ、中おるって。うわすっごい思って。あとはこれの中身入りを見てみたい。ほんまやな。見てみたい。これ綺麗だろう。もっと綺麗なのおるんじゃねえかと思うんだけど分からんけど、枕貝に似たようなやつで、これぐらいの大きさの、この貝の入り口とか平べったいやつもある。あれも中身入り見てみたいんやな。でもこれが自分の中の一番じゃったんで、もうベストですよね。もう一番これ見たかった。本当にもうそれはセットにしておくれ。奇跡ですな。やりました。食べたいけどこのまま送りたいと思います。発見。絶対無傷でしょこれ。シャキーン。もう2、3個剥いたらすぐ慣れましたよ。
これ先を使うのがコツですね。これ先を使えば使うほどこのしなりが生きる。自分が沖行き出した頃はですね、平らぎまみれで海中平らぎでね、すごかったんですよね。こんなに綺麗に行けるようになりました。こんなデコボコでもね、これなら綺麗に行ける。あんまりにも海中平らぎすぎて、その22年前は網が持たなかったですね。もう砲塔の上を通してるのと一緒ですからね。網を海の中でこうなってますから、この上を通すんですよね。網が持ちません。当然のこと。これはすごいです。お宝。ここはあんまりタコのいるところにありません。海サボテン、港の中にたまにありますけど、朝見るとめちゃくちゃ綺麗です。昼見るとこんなんですけどね。朝海サボテンがこれ立ってるのを見たら神秘的です。さあエビ拾い開始ですね。結構見えてる。稲子もいて最高ですね。今年はもう卵が全然見えませんね。この冷た貝の卵だけは見えてるんですけど、ホヤとか他にもなんかね、いろんな卵が見えるんですけど、全然見えません。あ、おった。そう言ったらいました。ホヤの卵って入れへんかどうか分からない。もうホヤですよね。これもううわ入るんですけど、全然見えないですもんね。これ以外にもなんか紐のついたような卵とかね、いっぱい見えるんですけど、もう3月も終わりに近づいてますけど、春らしくはなってきてますけど、春になりきらない感じですね。海の中もでもキス出てきた。ちょっとずつ春になってるようです。ここにアパート入ってるんですよね。沖行き始めた頃、若い頃にですね、あのアパートにぶつけちゃって道具を天秤座を強くしてたんですね、当時。今みたいに弱くせず、このウインチがもげたことがありますね。死ぬかと思いました。もげてあっちまで行った。自分後ろで魚寄ってたんですけど、狙ってみました。アパートで産卵終わったんでしょうね。つがいも消えましたね。冷た貝もこの巣何回残してほぼ消えました。また潜ったんでしょうね。もう仕事終えたんで。本当不思議ですよね、構造が。この2枚、この中の2枚貝とこれがくっついてるようないんですけど、これはどうやって成長するんですかね。構造が本当不思議ですね。中にある2枚貝はもう単独に見えるんですかね。これもね、ほんで上から砕いていくとね、これはちょっと分かりにくいですけど、ちょっと螺旋になってるのが分かるんですよね。おもろい。死んでました。塩味うまい。ほんまにうまい。下手すると平らげよりうまい。
鏡貝、もう本当ならとっくにこう思ってる時期ですね。もう3月終わり、やっとちょっとだけこの白いのがそうですけど、去年なんかもう2月の終わりには持ってました。毎年毎年違うもんですね。本当におかずです。泥まみれだったんですけど、春らしい魚が、名古屋フグまでこの間からねちょろちょろ見えてるんですよね。わりかし珍しくないフライパン。よいしょよいしょ。いい方、めちゃくちゃいい方。撮影してない時にねたまに当たってるんですよね。まだ見え始めなんでね、なかなかいい値段です。魚場変えたらスズキにヒラメに無傷でよかったです。もう爪がねほぼ尖ってるんで無傷で入ることが奇跡。カニなんかこの辺やってもまともに入ることないと思います。タコ10匹をおりました。嬉しい。10匹もいるともはやすごい。タコの威力半端ないですね。ほんでここがコツツガイの生骸見つけたとこなんで、自分の動画でもですねここで生骸がおったというコメントもいただいておりますので、自分はそれ発見してないですけど、やっぱりいたとこはもうここでした。これが普通ですよね。中身ないのが見えてますね。タコ何匹か。ここは誰貝じゃなくて明け貝になるんですよね。おかずにはこと書きません。結構さっきも5つぐらいに置いたかな。明け貝、すだれ貝よりウスハマグリ、すだれ貝よりこっちすだれ貝です。明け貝の方が個人的にはちょっと好きじゃないですね。ちょっと匂いがある感じが自分にはします。こっちの方が美味しい。アワビですかね。アワビのちっちゃいやつでしょ。場外4回あって3回食べました。カニチの方がうまいですね。アワビの方が柔らかいですけどね。これは家に飾っております。これはイイダコもどき、ブニョブニョ。イイダコに似てますが別種です。味は一緒です。なんか綺麗ですね。大概汚いですけどね。怪しいな。持った感じもなんか怪しいな。これもね、生骸はほんと見たことあんまりない。2回ぐらいだったかな。鏡貝なんですかね、これ。わからんすけど。ちょっと怪しいな、これ。生骸っぽい。わからんか。もうほんま毎日。石の近くにこんなものが。ではこれラストで帰ります。乗り込んでくれ。なぜそこで止まる。まあ泥まみれですからね。もう一番この泥まみれです。やったタコ。まあよう無事で刺さらずに
開けれるじゃないですか。スカスカ。全然顔も疲れました。よいしょ。お疲れ様でした。吉野浅さんな。お疲れ様でした。よいしょ。皆さん今日もハードワークお疲れ様でした。プレモル大好き。黒。友人から一度ギネスをいただいて黒ビールにハマっております。この黒ビールもあれですね、なんか料理に合わすとかいうよりはもうこれ単体で楽しむというかね、おやつみたいなもんですね。いただきます。カラメル焼け焦げた感じが本当に3時のおやつとして最高。最近帰るのが早いんで今本当に3時過ぎです。プレモル白いただきます。違った味わいで美味しいですけど、黒が美味しすぎて黒単体で飲んだ方がうまいですね。おやつに最適です。これでございます。ありがとうございます。例のブツです。ありがとうございます。アオリイカいただきました。これまた晴れの国冒険の書の高見さんから、釣りチューバーの高見さんからいただきました。ああ、いい答え。すげえ。今回は気持ちよく決まったわ。あ、もうほらもう結構食べてる、大きいから。そうだな。おい。これもいい答えでございます。これはオスメス？オスよ。横線や。来い。刺身と、ちなみにここは耳の部分です。塩焼きにしてみました。めちゃくちゃいい匂い。アオリはこれがアオリですけど、こちらは12月に近所の方からいただいたケンサキイカです。食べ比べてみようと思って両方焼いてみました。まずはもちろん刺身からいってみたいと思います。アオリの刺身分厚い、薄作りが必要でした。薄いとこ行ってみましょう。アオリイカうまいっすよね。自分で取れないものはとにかくすごい嬉しい。いただくと。いただきます。甘っ。歯ごたえがすごい。耳の部分ここ好きなんですよね。いただきます。耳のとこ。耳うまいっすよね。ベイカでもやっぱりビビのとこ美味しいですもんね。何のイカでも。このポイツに食べれるのかな本当に。ただ甘さでは自分が取ってるハリイカの方が甘いですね。歯ごたえはこっちですね。喉越しなんかもこっちの方がいいですね。アオリイカの方が。甘みと風味はハリイカの方がちょっと勝ってる感じがします。これ食べ比べてみましょう。じゃん。もちろんアオリからいきたいと思います。ゲソのとこうまそうですね。いただきます。ゲソ部分。これはビールを先に飲んでしまいましたけど、これは日本酒行きたくなるパターン。いやー、たまらんうまいっす。焼きも耳がやっぱ一番でしょうか。明らかなゲソ声。白イカ、ヤリイカいってみましょう。耳。うまい、やっぱりうまい。どっちもうまい。食べ比べて初めて気づきますけど、白イカの方が味濃いですね。ちょっともう一回アオリいってみます。歯ごたえ抜群。ただスルメに似たような香りとか風味はもう白イカの方が抜群ですね。こう噛んだ時に出る出汁味も白イカの方が圧倒的やな。これ初めて気づきました。白イカは1年に一度もう食べてるんですけど、アオリは数年ぶりに、以前食べた時も高見さんにいただいて食べたんですけど、数年ぶりに食べました。ちょっと嬉しいですね。もうアオリが食べれること自体が嬉しいです。本当に歯応え抜群です。今回もご視聴ありがとうございました。発見海やまだちょっと見えたんねやね。でもね、触れるようになりましたね。くるみ、よしよし。